こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日はちょっと初めての挑戦ですが、紙芝居形式での動画となります。というのもね、今日話したいのが30代になって気がついた仕事が楽しくなった考え方なんですが、流すね、映像がなかったので、2週間くらいかけてね、100枚以上絵を描いて紙芝居作ったので、ぜひね、最後まで見ていってください。ポイントは5つあるんですけども、その前にどうしてこのタイミングで考え方が変わったのかについてお話しさせてください。小学校から今の今まで私の性格はね、真面目で小心者でも天の弱みたいな感じで、集団生活していくうちに、あれちょっと私浮いちゃってる時あるなっていうのをね、自覚していくようになりました。で、私の記憶の一番古いところでは、小学校の頃に自分が真面目にやってきた宿題を見せるのがすごく嫌で、嫌だって言ってたら、ちょっとね、空気が悪くなって、周りの動きを見ながら生きていく上で、邪魔になりそうなこだわりを捨てるようになりました。で、常識をね、新しく作り上げて、ルールを決めちゃえば、ぼちぼちね、うまくいくことも分かりました。で、30歳を超えて、今まで気づいてきた常識が崩れてるなっていうことに気がつきました。環境も経験もね、10代とは変わって、このタイミングで常識を見直したら、結構仕事が楽しくなってきたので、それを5つ紹介します。では、仕事が楽しくなった考え方1つ目、深読みさせないしないです。ちょっと例を挙げて説明しますね。私は SNS で文房具を紹介しているんですが、たまにたかが付箋に500円は高すぎる、100均で十分みたいな、ちょっとね絶妙なコメントをいただきます。で、今までの常識では深読みをして察するべしっていうね考えで紹介している付箋にそんな価値はないという、批判のようなコメントの風にね受け取って感じていました。はい。ここでストップです。私はね、経験から学びました。違う価値観に触れた時に否定しつつ自分の価値観を伝えたいという人がいます。特にテキストだけのコミュニケーションではよくあること。なので、価値観を共有してくれたんだとかね。そういう人にも刺さる動画を作ってみようかな、みたいな感じで、もう文面通り受け取ることにしました。そして私はこの例をね、反面教師に深読みさせて焦らせたりとか、行動を否定するようなことを、させてはいけないんだなと考え直して、気遣いはもちろん必要だけど、察してもらう前提の、コミュニケーションとかテキストをなくすことで、いろいろなね、価値観の人と働くときに考えすぎて勝手に一人で病むみたいなことが減ったかなと思います。褒められた時もね、今まではもう謙遜第一っていう常識作ってたんですけど、一旦受け取るようにすると、逆に周りへの感謝をね、一掃できるし、楽しい気持ちになりました。仕事が楽しくなった考え方、2つ目は、やらぬ後悔よりやる後悔です。皆さんは何か後悔していることってありますか？私は聞かれてもあんまり具体的に思い出せないんですけど、若い時のね、黒歴史みたいなのは多い方な気がします。過去のことなので自分からは全然思い出さないし、両親とか昔の友人に言われても、恥ずかしくはなるんですけど、今ならね、笑って話せる程度かなと。ということで、黒歴史というか後悔みたいなのは思い出せない程度なんですが、逆にあの時これやってなかったらどうなってたんだろうってヒヤッとすることはよくあります。例えばですね、私は文房具デザイナーになりたいなと思って大学に進学をしました。結局全然才能がなくて EC 運営の会社に就職して、転職後にマーケティング職っていうのをね経験しました。で、その後文房具 EC 立ち上げたり、大学のね、同じ学部の人はデザイナー多いので、そういう方に協力してもらって文房具作ってます。あの時 EC 業界に入らなかったらとか、転職しなかったらって思うとちょっとね、ヒヤッとします。同じようにね、学生時代は留学もワーホリも特に興味がなくて、目の前の学業と仕事に精一杯でした。自分のお金で海外旅行するようになってから海外にね、興味湧いたんですが、ワーホリとか留学はもう時すでに遅し。で、たまにね、英会話通ったりとか、その後個人事業を伸ばしていたら、気がついたらどこでも働ける状態だなって気がついて、仕事とかお金の心配は日本にいる時と同じ程度の感覚かなっていう状態で移住することができました。
特にこの図の真ん中の列、転職とか起業を決断するときというのは、人並みにやるかどうか悩むんですけど、今となってはどれもやっておいてよかったと心から思っています。過去のね、自分に感謝しています。自分に合った方法が、やらぬ後悔っていうのは私にはあんまりなくて、やっておいたって思うことが多いっていう傾向から、どうせ忘れる黒歴史よりはやっておいた方がいいなという風なね、考え方になりました。仕事が楽しくなった考え方3つ目は、変にこだわってもいいです。例えば会社で指示を作成するとき、新卒の頃とかはね、フォント揃えたいとか見た目綺麗にしたいと思っていました。でもね、チーム内など小規模な共有範囲だったり、1回しか使わない市場とかはそんなにね、時間かける必要がないよと教わって、そっか、伝われば OK なんだ、こだわりすぎない方がいいなっていう、常識をね、築きました。そのおかげでたくさんの資料を短時間で作れるようになったし、構成とか内容の方に時間を割けるようになったので、クオリティもね、上がったと思います。ただその見た目のこだわりを捨てていくっていうのにどうやら慣れすぎてしまって、プライベートでもどっちが好きってなんか聞かれたとしても、本当にマジでどっちでもいい、決めらんない、派手と無難だったら無難一択みたいなのがね、普通になってきました。で、結果として選択肢多いと選ぶのがしんどくなるので、無難とか流行、コスパとか、その見た目以外のことで選ぶようになりました。で、30代になってふとね、昔の写真を見返した時に考え方が変わりました。学生時代や社会人 1,2 年目っていうのはお金がない中でも一生懸命選び抜いたお気に入りをね、持っていたんだけど、仕事でこだわりを捨てることにどんどん慣れて自分らしさがね、なくなっていきました。今となっては仕事とプライベートは別でしょってもちろん思うんですけど、当時はなぜかプライベートもなんか見た目のこだわりを捨てちゃったんですよね。ということで、個人仕事とかプライベートはこだわりをもっとね、強くしてもいいと考えるようになりました。そしてね、むしろ今は個人仕事がメインで、こだわること自体がね、仕事になったので、こだわりもね、武器になったなと思います。仕事が楽しくなった考え方4つ目は、走り出してから考えるでもいいです。会社員時代に教わった最短で最大の成果を出す方法は、ゴールを決めて、でゴールを構成する要素を洗い出して、どこをどういじるのが効率がいいのかを考え抜いて、全て決めてから行動するという方法。ロジックはね、わかるんですけど、私にはね、もういくら考えても何をどうしたらいいのかがわからないんですよ。本当に毎日毎日データばっかり見て何も動けなくて、すごくね、辛かった記憶があります。ただね、会社で予算をもらってやるなら、最短最大の道筋をね、示す必要があるっていうのはね、もう本当よく分かっていて、ただ20代でどんなに頑張っても私の能力ではできないっていうことがね、分かりました。というか諦めがつきました。もはやなんですけど、明確なゴールを決めるのも私は苦手なので、ふんわりとしたゴールとかね、目標を持ちつつ、とりあえずあっちの方向に向かって走ってみようくらいの気持ちで、目の前にあるできることをやる毎日。もちろん最短ではないんですけど、ちょっと振り返ってみると少しずつ進んでるなということが分かりました。それとともに最短で進むことっていうのはすごく価値が高いんだなと感じました。ただ私の考えとしては、環境の変化も早いし、走った先で出会った人とか考え方に影響されて自分の価値観も変わるので、だったら走り出してちょっとずつ軌道修正している方が、経験値もたまるし、自分に向いているなと思って考え方を変えました。仕事が楽しくなった考え方5つ目、嫌なことはさっさとやるです。最近ね、気がついたんですけど、嫌なことって対応が終わるまでぐるぐる考え続けちゃうなと。だったらすぐに対応しちゃう方がお得なのではと思って、例えば朝10時に嫌なことが発生したとして、ずるずるどう対応しよう、そもそも対応するみたいなのを考えて、で24時間後次の日の朝に対応した場合、一日中そのことを考え続けたせいで、そこからもね、数時間から数日にわたって嫌な気持ちが続く気がします。でも即座に対応しちゃえば、それについて考えた時間が短いので、その後もすぐね、すっと忘れられます。なので想定外の出費とか手間、タスクとかが飛び込んできたら、もうすぐに対応するっていうルールで OK。もうここに感情は持ち込みません。
本当にすぐに忘れられますよ。コツとしては、嫌なことに遭遇した時にもうすぐに無心で、そして反射的に終わらせます。なるべく頭の中をね通さず反射でやるとね、その他を引きずらなくていいのでおすすめです。はい、というわけで前編紙芝居という変な動画だったんですけど、お付き合いいただきありがとうございます。皆さんの仕事が楽しくなった考え方もぜひコメントしてください。またね。